はい、どうもゆうです。今回はですね、またまたコーチングやっていきたいと思います。でですね、今回も同じようにですね、YouTube の方で動画を上げていただいて、そちらを見て、指摘していくっていう感じになります。今回の方はですね、CF プレイオフが突破できないということで、今作から始めた方でもあるんですけど、その辺の部分、どこがいけないのかっていうところを見てもらえたらというところで、全体的な部分、守備も攻撃も含めて見ていけたらなと思います。で、メンバー的なところで言うと、すごい良くて、ファンダイクファーストオーナーですし、マイコンもファーストオーナーであったりとか、結構当たり引いてるなっていうところで、ハンセン、ビニ、シモンズであったりとか、その辺も十分強いかなと思います。パトリバレラであって、今流行りの4-2-1-3って感じですね。ドログバがちょっと人によっては合う合わないがやっぱあると思うんで、ここが活かしてるかっていうところは見ていけたらなと思うんですけど、あとは、そうですね、全体的な試合の流れ見ていけたらなと思います。では、見ていきたいと思います。白が、今回の依頼の方になります。で、黄色がお相手さんですね。今取られて、ちょっと今のシモンズのプレスはよくわかんないかな。ここなんてドログバでいけばいいんで、今のはちょっと守備的な部分。これシモンズで追いかけすぎですね、あと。もちろん追いかけるのはいいんですけど、今のマイコンもそうなんですけど、なんかあっち行ったりこっち行ったりしてるんで、相手からするとすごい攻めやすいと思います。ボールをキープしておけば、そのスペースに、今のこのダイクも動かしすぎですね。めちゃくちゃダイク動かしてますね。あんだけ自分で振ってしまうと、相手も駆け引きしてますけど、結局、そんだけ相手からしたら持っとけば勝手に動いてくれるんで、すごい楽だと思います。今のはちょっともったいないかな。なんか鋭いパス持ってる選手とかだと、全然今のパスで問題ないんですけど、今のパスとか、もったいないですかね。ここのシーンとかで言うと、バレンダ、ここもコースに入れてないんですよね。前回の方もそうだったんですけど、本当にコース、相手に使われたくないところと、自分のディフェンスの選手が、ポジショニングが合ってなくて、ってなると今みたいに、やられますね。やっぱりフォワード当てられたくないんだったらそこにコース入らないといけないし、ちょっとあと前になりすぎかな。なんかもうちょっとサイドを使っていった方がいいかなっていうのは攻撃の時に思いますね。なんかひたすら前に出したいっていうのがあって、今のとかでも右サイドマイコンとか上がってきててすごいフリーだったんですけど、ちょっと縦狙いすぎ。今のもマルディーニョでコース開けてるんですよね。こことか。ここでコース入れてるんですよ。ここで止まったらいいのに、そのまま通り過ぎてるんで、なんかジョッキダッシュずっと押してるんかなっていう感じなんで、ジョッキだけでもいいんですけど、ちょっと今のは気になるかなってとこですね。ここも行き過ぎ、ここも行き過ぎなんですよね。ここは良くて、ここで止まったらいいのに、ここでコース切れてるんで、これがウィング切りに行ってるのかにもよるんですけど、このまま通り過ぎるから、結局、相手のコース開けただけみたいな状態になってるんで、そこがあまり良くないかなっていうのは見てて思いますかね。で、ここ当てて、ここ縦行きたいですね、もう。今のパスはいいと思います。今のは良かったと思いますね。ちょっと守備が課題多そうかな。今のもパトリーを動かしすぎなんですよ。本当に。もうここまで行かす必要なくて、パトリーでコースが入った時点でカーソル変えればそこで AI が勝手に反応してくれるんで、AI というか、うん。過剰に自分で動かしすぎですね、守備。ここも開けてる。コースまた開けてるんですよ。
ここも開けてるんで、ここもカーソル変えるの遅いですね。ここもコース開けすぎ、開けて、サイドに逃げちゃってるんで、ここも縦切らないといけないのに向こう行ってるんで、まあ、まあ、やるとしては本当スティック操作の練習かなっていう気はしますね。これも動かしすぎ。だから結局この全部1個遅れてるんですよね。で、まあコース空いてドリブルで抜かれるみたいな。まあこれはやられると思います。だからスティック操作で選手動かしすぎてコース開けちゃってるんで、自分がどこのコースに入りたいかが定まってないのかなっていうのが見てて思いますね。このコースに入ればもうカーソル変えるとかっていうのが分かっていればあそこまで動かすことはないかなと思うんで、これもドログバで追いかけすぎなんですよ。ここなんてもうビニシウスで追いかけたらいいのに、ドログバで追いかけるから、今度ビニシウスもドログバと同じ位置に行ってて、コース空いてるんですよね。っていう感じかな。多分まあこれが終始あるのかなっていう。まあ守備で言うと、これをしてる限りは、どうしてもやっぱ失点は減らないと思うんで、心がけることとしては本当に、これもシモンズで行くとこじゃないですね。戻すのはいいんですけど、戻して、ここで戻してしまうはいいんですけど、なんか過剰に行き過ぎかな。まあ今のもテオでもう一個運んでもいいかなって気はしますね。あと、まあ、ドログバ左逆4ですけど、縦行っちゃって、なんか中に切り返そうとしすぎかなっていうところありますね。うーん。ディフェンスだな。ディフェンスというか、守備の時のパスコースの入り方が悪いかな、やっぱり。もう左使いたい。今のも、結局ここも、このパトリでロドリにプレスかけたいのか、ブルーノにケアしたいのかがわからなくて、自分だったら多分ブルーノケアするんですけど、結構これ前行っちゃうから、ブルーノのパスコース開けてるんですよ。で、使われてるっていう。これも、この二人で追いかけてもう意味がないので、しかもちゃんと追いかけれてないですし、これ逆に AI に任したから失点しなかったところもあるかもしれないですけど、ちょっとね、プレスが誰で行きたいのかっていうのがちょっと明確にならなすぎかなっていう気はしますね、見てて。今のとかで、まあ、今のがたまたまじゃなかったらいいんですけど、こことかでカーソルをここにケアしてたんだったらこれがいいって感じですね。まあこういう感じで取れるんで、今のはいいです。もし、これも遅い。もうマイコンで行って、これも縦切りたかったんか横切りたいのかがわからないです、本当に。どっちってなってます。で、これもバレラにカーソル変えるのが遅くて、ここもセカンドプレスっていうのが使えるんで、もうこの時点で相手多分中を入れてくるんで、セカンドプレス当てて、一旦自分だったらバレンダとかを、で、中もケアしてますよっていうのを見せますかね。まあそれをずっとするとは限らないんですけど、相手にそういうところもケアしてますっていう素振りは見せますね。結局これだとずっとマイコンで追いかけてるんで、で、結局このまま台で、多分ワンテンポ遅れるだろうなっていうプレスを相手も多分予想してて、結局台でパスがされて、ここが使われるっていう。
で、ディフェンスもめちゃくちゃ動かしてしまうんで、そこを突かれてっていう感じですね。ここはもうハンセンに行きたい。今のはいいですね。この捉えた後にハンセンで、これもずっとハンセンなんですよ。ずっとハンセンで行く必要なくて。これだったらもうバレンダとかで行かないといけないですし。でこの守備をするんだったら、451とか、ワントップでもいいと思いますけどね、サイドハーフありで。ウィングだと自分で戻さないといけないですけど、守備も若干とむずいんで、3枚いて。このパトリで行って、で、結局パトリで、これとかも本当にそうなんですけど、本当だったらパトリがいてないといけない位置に、これずっとパトリで追いかけるんで、で、こうなった時に相手のブルーノがフリーなんですよ、中の。本当だってここをパトリか、もしくはもう出しちゃったんやったら、バレンダでケアしないといけないのに、ここをずっとパトリで追いかけるから、ここなんて本当仕事してないので、で、ブルーノ使われるっていう。本当だったら、もうあそこまで行ったらもう別にあそこまで深追いする必要全くないですし、これはもう失点すると思います。これもパトリー言ってる。で、ワンテンポ変えるのが遅い。ちょっとカーソルチェンジをしなさすぎかなっていう気はしますね。多分慣れるまでは L1 でもいいので、L1 カソチェンをするか、本当は右スティックで狙ったところにカーソルチェンジする方がいいんですけど、これも今のも、このドログバを失った後に、ずっとここなんですよ。これ全く仕事してなくて。カソチェですね。ここも遅い。遅いし、変えたタイミングで大工を前に出しちゃってるんで、もう本当だったら中のブルーのケアしないといけないのに、もうこの時点で相手からしたら数的有利なんで、ブルーの経由して、トラウでも使えるし、ワンツーでプシュカスに戻すこともできるんで、その危ないっていうところのケアができてないって感じですかね。で、結局やっぱここ使われて、で、これマイコンで、バレンダで、今のはコースちゃんと入れてましたけど、で、ここもプレスで、ここは反戦で行ってもいいかな。うん。ここは別に行ってもよかったですね。これも、今のも、良かったですけど、こんだけ出すと、これ前向かれて、ストレーフで一発で行かれるんで、今の守備も良くないです。ここも結局、相手からしたらプシュカシを狙ってくるんで、ここのボール上と相手のフォワードにものライン上で、立たせるか、フラスル警戒して、そこのコース、対応できるコースに行かないといけないんですけど、結局このまま、全然一直線上じゃないところに走ってるんで、このまま相手からしたプシュカシュがフリーになってるんで使うっていう。これも線上に入ってれば、全然パス止めれてるんですけど、で、ここでマイコンに謎に交換してるんで、変えるんだったらまだマルディーになったらわかるんですけど、本当だったら、ここの守備の、1個前の守備の段階で、ここで大工でプシュカシをケアしないといけないですね。それを相手と同じ並走で、メンディに対して並走しちゃってるんで、これは、普通に失点してしまうと思いますね。相手、ボールと相手のフォワード、使われたくないところの一直線上とか、それも読み合いになってくるんで、それで必ずしも守れるわけじゃないですけど、
最低限のケアはしていかないといけないですね。まあ今のだったらフラスルとか縦の一発のパス、どっちも対応できるような位置。今のとかでも、自分で動かしてしまってるんで、っていう感じかな。まあこの試合5対1なんですけど、まあちょっとやっぱ総括すると、同じ選手でずっと追いかけすぎてるっていうところと、やっぱ意識的にやらないといけないのが、右スティックと L1 でのカーソルチェンジ。で、まあ動かすにしても、目的がなさすぎて、とりあえず選手を動かしてる感があるんで、とりあえず追いかけてしまってるみたいな。だから相手のフォワードとか相手の選手のここを使われたくないっていうところにコース入っていかない限りは、今みたいな感じで全部失点してしまうのと、まあ、相手もフリーな選手、勝手にコースが空いていくんで、とりあえずボール持っといたら、めちゃくちゃ動かしてくれてコースが空くっていう感じになってしまうんで、まあ、それを考えるとやっぱり今みたいな守備の仕方はまずいですね。まあ、なんか相手との一直線上に使われたくない。フォワードだったらフォワードの直線で立たさないといけないし、相手のオムフォー捕まえたいんだったらそこをケアしないといけないんで、まあ、その辺をちょっと意識していってもらって、いかないとちょっとプレーオフの突破もちょっと難しいかなっていう今の状態だと思うので、まあ、その辺を意識してもらえたらいいんじゃないかなと思います。まあ、これも、個人的にも、連絡はしてますので、まあ、その辺もまた見てもらえたらなと思います。はい。まあ、守備の部分ですね。まあ、前回の方もそうでしたけど、やっぱり攻撃はもちろん重要なんですけど、守備がある程度できないと、相手のまあ、できたら攻撃から入った方がいいんですけど、さすがにちょっと守備がまずいんで、本当だったら攻撃ができてきたら、その攻撃パターンがわかるんで、どこを自分が守備された時に嫌だっていうのが分かってくるんですけど、まあ、今の感じだと、さすがにちょっとカソチェンとか守備の部分が、あまり良くないので、そちらを先優先した後に攻撃に行った方がいいかなと思います。はい。ということで、以上になります。よければですね、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは、また。今日の転売情報になります。まあ、こんな感じでですね、情報を出しております。まあ、今一応自分としてはサーバーを3つ持ってまして、まあいろいろあって3つになったんですけど、まあ、転売情報をメインにしている自分だけがほぼ投稿できる、サーバーと、もう一つは相談ですね。質問であったりとか、転売情報に対しての、質問系であったりとか、あと SBC アンケート、リーク情報であったりとか、こうやって YouTube の、自分の YouTube 載せてたりとか、あと雑談ですね。皆さんが、こんなこと困ってるとか、コントローラー設定であったりとか含めて、バグとかも含めてですね、情報したりとか、例えば X とかでいい情報であったりとか、プレイ面含めて、その辺の情報共有した方がいいなっていう部分があったらここに上げてるという感じになります。あとはですね、SBC アンケートとか質問も入れて、これ作るべきじゃないかっていう部分も、この辺で見たりとかもできるっていう風になっております。市場とかもそうですね、質問皆さんから自分が上げた投稿に対してあったりとか、これいつ売りましょうとかいうのも含めて、この辺で相談できるようにしてるっていう感じになります。で、こういった感じでですね、サーバー、エボリューションおすすめであったりとか、これはもう490を特典にしてるやつなんですけど、スカット相談であったりとか、ゴール集解説おすすめ選手、あとコーチング動画に対しての、あれですね、ご希望であったりとか、あとはプレイ相談。で、ここにプレイ動画ということで、例えばこのシーン、どうやったら守ったらよかったですかと。どうやって決めたらよかったですかとかいうのを相談できるような部分も作ってますので、こういった部分もできたりとか、あとはカスタムとかコード共有ですね。あとはフレマっていうのは、定期的にフレマ会やったりとかですね、そういうのもやったりもしてるっていう感じになっております。はい。メインはやはりこの転売情報のここの部分になると思うんで、金であったり特殊シルバーアイテムとかです。あとは過去情報とかも、こういう感じでブラックフライデーであったりとか、各作 TOTY の値段変動であったりとか、アップグレード系ですね。とかはもうここで全部履歴を残していくような形にしてて、FIFA22 からこのような形で情報を取っていってますので、ここに加工作を含めて情報が見れるっていう風になっております。あとは便利機能フットビンとか、フット GG とか含め、その辺のこの機能を使った方がいいよっていう部分であったりとか、成功案件とかですね。こことかはもう正直誰でも入っていただいて、ここを見る
ようにするのは一つありなんかなと思うんですけど、結構海外の方とかはこれをやってたりはするんですけど、はい。ここは、有料会員の方にして、他に関しては全然無料でもいいのかなっていうのは正直思ったりはしている部分ではあるかなと思っております。はい。で、そうですね。メインがここになるので、もし興味ある方とかはですね、ぜひ入っていただいて、Twitch のTwitch であれば Amazon プライム入っている方は無料ですし、それ以外に関しては、Twitch の有料会員もしくは、YouTube のメンバーシップの有料会員に入っていただければ、こちらの方 Discord 招待しますので、よければ入っていただけたらと思います。だからDiscord の方でも、サブスクを作ることができるみたいなことも、聞いてますので、その辺もちょっと今後、取り入れていきながらですね、やっていきたいなとも思っているので、はい。そういった部分も含めてですね、ご質問とあれば、自分の X も含めて DM いただければと思いますので、ぜひお気軽にご連絡いただけたらと思います。で、最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。お疲れ様でした。